バケーションパッケージ。母子で過ごすディズニー2日間。63歳の誕生日のプレゼント。娘が何が欲しいか聞いてくれたので、ディズニーランドに連れて行ってとお願いしたら思いがけず、泊まりで連れて行ってくれることになりました。ディズニーは10回目くらい。前回はママ友と行きました。朝一並んでビッグサンダーマウンテン。30分くらい待ちました。私にちょうどいい大好きなアトラクション。それからホーンテッドマンションとプーさんのハニーハントへ。ミッキーのフィルハーマジックを見て早めのランチ。娘の好きなチャイナボイジャー。暑い日はテラス席じゃなく店内がおすすめです。ベイマックスのハッピーライド。これは乗らずに見ただけです。ランチの後のアトラクションは美女と野獣、魔法の物語。初めて乗りました。日によりますが、ディズニーランドはシーに比べて少し空いているようです。ディズニーシーに新エリアがオープンしたので、その影響があるようですね。ランドかシーか。シニア世代ならアップダウンの少ないランドの方が疲れは少なそうです。ディズニーシーは階段や坂が多くなります。ディズニーシーならではの景観もあり、人気の理由もわかりますけれど、10年ぶりのディズニーで外国人が本当に増えたと感じました。入園料は値上げされていますが、それでも世界的に見ると割安感が感じられるそうですね。円安効果もあり、日本は安い国のようです。それでも日本人からすれば、本当に何でも高くなりました。娘の話だと、それでも UJ よりはお土産や食べ物もそんなに高くないとのことでした。高くなったといってもディズニーでは1000円前後でご飯も食べられるし、お土産も買えますからね。バケーションパッケージにはドリンク飲み放題がついているので、熱中症予防のためにも積極的に水分補給を意識しました。マイクのメロンパン、美味しかった。そして次はスペースマウンテン。スペースマウンテンは大好きなアトラクションです。残念ながら乗れるのは今月末まで、2024年7月31日でクローズが決まっています。スピード好きな人なら60代でも大丈夫でしょう。最後に乗れてよかったです。クローズまで大混雑が予想されます。ファンタジーランド、フォレストシアター、バケーションパッケージで席を予約。真正面の前の方の席でした。ミッキーのマジカルミュージックワールド。ミュージカル仕立ての素敵なショー。とても立派なシアターでした。2階は自由席のようですね。上からだと全体が見やすいと思います。
昔はファストパスがあったので、早足でパスを取りに行ったものです。今はすべてアプリで完結します。このシアターの自由席もアプリで抽選です。スティッチエンカウンターの後、魅惑のチキルームで雨宿り。高温ではなかったけど、雨で蒸し暑かったです。日傘、ハンディファン、汗拭き、飲み物、帽子。それから暑さ対策に役立ったものは、娘が持参したビオレ冷やタオル-3度。首に巻いたら本当に涼しく感じて熱中症対策になりました。夏のディズニーは過酷な暑さなので万全な対策で。休み休み無理せずに楽しみましょう。魅惑のチキルーム、涼しいしおすすめ。ホストさんも優しい方でした。声も素敵なお兄さんで司会もしてた。スティッチ登場。10年前はいなかった。雨が激しくなってきました。傘がないと歩けないほどの大雨。早めにビッグサンダーマウンテン乗れてよかったです。それでも炎天下よりは過ごしやすい。どの順番で回るかはとても大事だと思います。行ったり来たりを避け、効率よく回る予定を立てることが重要です。お孫さんと行く場合は、レストラン等で待つ時間を多めに取るのも有効ですね。なるべくたくさんアトラクションに乗りたくなるものですが、体調を見ながら無理しないのが一番。シューティングゲーム形式のアトラクション。私は下手すぎて全然当てられなかった。夜はエレクトリカルパレードの席がバケーションパッケージで予約済み。ぜひとも見たかったのですが、大雨なので諦めてホテルに向かいます。交通系 IC がない方やチャージ不足は、事前に帰りの乗車券を買っておいてください。券売機がすごく混みます。東京ディズニーランドホテル。東京ディズニーランドホテルは2008年に開業。もう16年目になります。ミラコスタにも以前泊まったことがありますが、東京ディズニーランドホテルもかなり気に入りました。落ち着いた雰囲気がいいです。静かで好印象を受けました。外国のホテルっぽい。ディズニーランドホテルは全706室。ミラコスタは全502室なので、それよりももう少し大きいホテルです。部屋の広さは40平米。私の部屋よりも広いです。古さを感じることなく快適に過ごすことができました。疲れていて10時半には寝てしまった。お泊まりディズニーは過酷なスケジュールなことも多いです。娘が疲れたというので、私も贅沢してルームサービスを利用しました。エビ天重とジュースと
ビール。すべて娘にお任せしました。チップ不要でほっとしました。ルームサービスが到着するまで1時間以上あったので、先にシャワーを浴びました。お風呂場もとても広かったです。誕生日のお祝いに乾杯。私には十分すぎる高価なプレゼントでした。きっとあの世に旅立つとき、この旅を思い出すことでしょう。お金がなければできないことは、離婚以来目を背けてきました。今よりも豊かだった離婚前の生活を思い出してしまいました。昔の生活に戻りたいとは思いませんが、私だけでは本当にできなかった経験、今現在の私ではありません。旅が終われば魔法が解けたみたいに、現実の私に戻ることになります。自分で選んだ道なので、全く嫌ではありません。でもまた機会があればこの夢の国を訪ねてみたいと思います。多忙だった姉はディズニーシーにはまだ行ったことがないというので、今度は姉とも行きたいです。非現実的な夢の国へ、シニア世代になってから行くのも本当に楽しいです。10年ぶりのディズニーランド。今後は年に一度は行きたいです。お金はやっぱりかかりますが、この経験にかけるお金なら納得できると思います。ランドでも C でも、車椅子の方もかなりお見かけしました。車椅子の方でも楽しめる工夫が施してあるのだと思います。真夏は厳しいかもしれませんが、涼しくなった頃に計画されてみてはいかがでしょうか。バケーションパッケージは私が想像した以上の金額で驚きました。そんなこと全く知らなくて、全身ユニロの服を着て行った私。バケーションパッケージで1日目から十分な恩恵を受けられましたが、2日目はさらに恩恵を受けられるはずです。明日はディズニーシーの新エリア、ファンタジースプリングスへ。後編の続きもぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございます。